皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。今日はこれから ZIP エアで韓国に行きます。 ZIP エアは JAL の子会社の日系 LCC で、ここ成田空港からアジアや北米へ飛んでいます。今日はこの通り韓国のインチョン国際空港へのフライトです。ジェットスターでオーストラリアに行ったことはありますが、日系 LCC での国際線は初めて。日系 LCC のクオリティをお伝えできればと思います。チケットはこの通りオンラインチェックイン対応のものなので便利ですね。もちろん現地でのチェックインも可能。自動チェックイン機があるので、そこで紙の航空券を発券することもできます。ZIP エアが利用するのは成田の第1ターミナル、 LCC が集まっている第3ターミナルではないので注意ですね。成田の第1ターミナルは多分10年ぶりとかですが、意外とこじんまりとしてたんですね。商業エリアもちょっと年季を感じる作り、なぜだかミラノのマルペンサと似た雰囲気を感じました。レストランに用事はないんですが、この奥に展望デッキがあるみたいです。あれが今日乗る ZIP エアの機体ですね。間近で見るのは初めてだけど、あんな尾翼なんだ。緑の航空会社ってそこまで多くないから分かりやすいね。あっちからは着陸したピーチがやってきました。ピーチは ANA グループの LCC ですね。ZIP エアよりも歴史が長いので風景にもより馴染んでいる気がします。LCC なので機内食は有料ですが、 JAL のケータリング会社が担当してるんですね。ソウルへはすぐ着いちゃうので、今回は機内食はオーダーしないつもりです。ZIP エアはソウル行きの他にマニラ行きも同じ時間に出るみたい。今回のソウル行きが良さげなら、今度はマニラ行きも使ってみたいですね。まだ朝早いのでほとんどのお店はオープンしていません。頼れるのはマクドナルドのみ。出発まで1時間以上ありますが、そんなにすることもないので、もう中に入ってしまいましょう。出国してきました。成田の制限区域内のお店はだいぶ外国人向けに振り切ってる感じがしますね。この手の免税店、家電メインのお店が秋葉原なのはわかるんだけど、これはなんで浅草なんだろう。雷門っぽいのも奥に見えますね。搭乗ゲートまでやってきました。出発の30分前が搭乗開始なので8時25分ですが、あと20分ぐらい時間があります。すぐそばにはエアチャイナがいました。カラーリングがクラシカルでかっこいいですよね。グラグラしてたら搭乗時間です。窓側の席から優先で搭乗できるみたい。ZIP エアは LCC としては珍しくボーイング787を使っています。もともとは JAL の機材だと思いますが、新しめでゆったりとしていますね。機内インターネットが無料で使えるのもいいね。大体の LCC はそもそも機内インターネットがなかったりするから、無料で使えるのはかなりのアドバンテージ。この辺りは日系 LCC らしさですね。シートも機能的な印象です。ポケットは大きめで使いやすそう。電源が前から取れるのは便利でいいですね。青く光っているところは USB-A になっています。充電できてインターネット接続も無料なので、機内でやることがなくなることはなさそう。ちなみにシートピッチは LCC としてはかなり広くて、窮屈な思いをしないで済みそうです。気づいたら寝ていて、もう着陸間際になっていました。実は仕事が忙しすぎて2晩徹夜明けに飛行機に乗ってたんですよね。ZIP エアは幸い何も不自由ないのでぐっすり眠れました。そこまで緯度は変わらないのに、ちょっと雰囲気が違いますよね。韓国は4ヶ月ぶりなので楽しみです。もうだいぶ高度は下がっているので、間もなく着陸ですね。インチョン国際空港に到着しました。寝てたのもありますが、やっぱり韓国は近いですね。今回はソウルの滞在時間は4時間ほどで、すぐに東京に帰ってくる予定です。さっと入国して市内に早く出たいところ。初めて使いましたが、ZIP エア良かったですね。
正直何も問題はなかったので、ソウルに来るときは積極的に選択肢に入れたい。いつも使うチェジュ航空よりもシートがゆったりしてるのも良かったですね。今回は片道1万8000円くらいだったので、価格面ではチェジュ航空とかの方が優位かな。インチョンは巨大な空港ですけど、その中でも透明のターミナルに到着したようです。ひたすらにまっすぐに道が続いているのが見えます。ターミナル間をつなぐ電車に乗って移動します。昔の成田空港みたいですね。韓国に入国しました。イミグレが混んでて1時間ぐらいかかってしまった。インチョンはこれがあるから大変ですよね。気を取り直して電車で移動しましょう。到着ロビーから一つ下のフロアに降りて電車乗り場に向かいます。ソウル市内に向かう電車には急行と各駅停車がありますが、今回は急いでいるので急行を使います。あっちのオレンジの改札だね。まだ市内で何をするか決めてないので、とりあえず電車に乗って移動中に考えましょう。ソウル駅までは43分。今12時42分なんですが、6分後の電車は売り切れ。その次のチケットを買います。T マネーカードは日本から持ってきました。チケットも買えたので中に入りましょう。駅構内はシンプルで綺麗。自分の電車まではちょっと時間がありますが、ベンチで待ちましょう。日本語の案内もあるのがありがたい。あっという間にソウル駅に到着しました。まずはお昼ご飯を食べに行こうと思います。多分ここだと思うんですよね。とりあえず入ってみましょう。中はこんな感じ。遅いお昼の時間なのでお客さんは自分だけでした。ご飯が運ばれてきました。お肉を焼いた状態で持ってきてくれます。これなら服に匂いがつかないのでありがたい。この後またすぐ飛行機に乗るので匂いは避けたかった。ではいただきましょう。本場のキムチはとても辛い。でも美味しいね。お肉も柔らかくて美味しいです。自分で焼くのも楽しいけど、日帰り旅ならこれもいいね。ごちそうさまでした。では次に行きましょう。飴もらいました。ちょっとしたことなんだけど、こういうの嬉しいね。ヨンナムドンのあたりにやってきました。このエリアはカフェやショップも気の利いた感じが多くて、散歩してて楽しいですね。綺麗なお家や車が多いので、ちょっとセレブリティな地区なんでしょうか。このパン屋さんは前から気になってたところで、お腹がいっぱいじゃなかったら入ってみたかった。おしゃれな感じのカフェも多いです。ここはオランジェットというお店。すぐそばには電車の廃線跡を整備した公園があります。森の道っていう名前通り緑豊か。しばらく歩いていたら大通りに出ました。もう少し行ったところに駅があるので、そこから電車に乗りましょう。地下鉄に乗って金浦空港に向かいます。今回ソウルに来たのはこれからの予定の準備段階でしかなくて、ここからが本番。ここからソウル発券で手配したシドニー行きのフライトの予定です。ソウル発で手配するとシドニーまで ANA でも往復10万円なんですが、羽田発だと往復20万円弱でした。なので LCC でソウルに行く費用を考えてもこっちの方がお得だったんですよね。金浦を利用するのは初めてなので、そこも楽しみなポイント。金浦空港は市内から近いので、この川を渡ったらもうすぐ到着です。金浦空港に到着です。見た感じこじんまりとした空港みたいですね。ジップエアでの助走区間を経て、これからいよいよ本番が始まります。ここから先は ANA でのフライトになります。
若干不穏な空気を感じますが、ひとまず今回の動画はここまで。次回は ANA での SFC 狩猟感想編になる予定です。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。